んにちは、芸術思想家のキース・ユーです。今回は第2回ということで、今回のテーマとして自分が考えた2種類の非常識の概念についてお話ししたいと思いますが、すみません、前回の動画で第2回と冒頭で言ってしまいましたが、実は今回が第2回です。実際はイントロダクションがあって、その次が第1回で、今回が第2回になります。ちょっと言い間違えてしまいましたので、お詫び訂正いたします。今回の第2回のテーマは、2種類の非常識についてのお話しさせていただければと思います。1つ目は、肯定的非常識というもので、これは他人を幸せにしたり世の中を幸福にする非常識のことです。2つ目は否定的非常識というもので、これは他人を不快にさせたり世の中を不幸にする非常識のことです。1つ目の肯定的非常識というのを別名ポジティブオッパッピーと自分は定義づけていまして、2つ目の否定的非常識はネガティブオッパッピーと呼んでおります。これはなぜオッパッピーというのかというのは前回の動画でもお話しさせていただきましたように、個人的にオッパッピーイコール矛盾あるいは非常識というニュアンスで捉えているからです。肯定的非常識というのはポジティブな意味で捉えられる非常識だからポジティブオッパッピーで、否定的非常識は逆にネガティブな意味で捉えられる非常識なのでネガティブオッパッピーと定義づけられると思います。肯定的非常識というのは、例えば世の中を便利にする発明だったりイノベーションだったり企業内の斬新な企画やアイディアだったり、あるいはもっと身近な例で言えば各家庭で行われるホームパーティーでいきなりサプライズをやったりとか、そういった非常識だけどなんか世の中に感動を与えられてみんなを幸せに幸福にすることができる、そしてポジティブな気持ちにさせてくれるからこそ肯定的非常識と名付けました。非常識なんだけど肯定的に捉えられる、世の中を前向きにさせてくれるからこそ肯定的な非常識という意味で肯定的非常識と呼べます。そして逆に否定的非常識というのは普通のいわゆる世間的に言われている非常識のことで、マナーや素行態度が悪いとか、あるいは犯罪や違法なこととか、あるいは反社会的行動などが該当すると思います。ここで前回お話しした常識の中にある非常識というのはそれイコールオッパッピーというのを前回の動画でお話しさせていただきましたが、これは否定的非常識とはどう違うのか、同じじゃないかと思われるかもしれませんが、これはまず先ほどの常識の中にある非常識というのは一見世間的に正しいと思われていることでも、その中に存在する間違ったもの、実態は非常識だという事柄を指すのに対して、否定的非常識というのは世間的に最初からそもそも間違っているとすでに認識されているものです。例えば違法な犯罪やドラッグや暴力行為、暴力事件とか、あるいは大多数の人たちがすでに非常識として見なしているものです。前回お話しした常識の中にある非常識というのはそれを前回の動画でオッパッピーと定義づけましたが、実はこれは厳密には教義のオッパッピーイコールつまり狭い意味でのオッパッピーと自分は定義づけています。それに先ほどの2種類の非常識である肯定的非常識と否定的非常識を足し合わせて3つの非常識を総称して講義のオッパッピーイコールつまり広い意味でのオッパッピーとして定義づけています。これは僕のあくまで考えた造語
って架空の概念なので、そのように解釈していただければと思います。それでなぜわざわざその非常識の種類を分類したり定義づけたりするのかという、そんなもん別にどうだっていいじゃないかとか、なんとなくでわかるじゃないかと思われるかもしれませんが、これはその非常識という概念が曖昧なものだと、何をどうすれば世の中を良くすることができるのかというのを意味づけることができないと思ったからです。世の中にはその正しい常識があって、その世間的にも正しいと認識されて、大多数の人が正しいと認識して支持しているものがありまして、こういった正しい常識はそのまま体制を維持して保留していけばいいと思うのですが、その先ほどの常識の中にある非常識というのは間違っているものなので、その都度時代によって修正していく必要が、適宜修正していく必要があると思います。またその常識というのもその時代によって常にアップデートされていくものなので、常識の概念も常に変わっていくので、それもそうですね、常に変えていく必要があると思います。それで問題なのがその間違った非常識、先ほどの否定的非常識というのがそれはいかに世の中からなくしていき、そしてそれを肯定的非常識へと変えていき、いかに肯定的非常識を増やしていくかというのが重要かと思いまして、それによってそのマイナスの要因が世の中からなくなっていき、プラス要因がどんどん増えていくということになって、つまり世の中がどんどん明るい方向に向かっていくのではないかと思いました。ここまで動画を視聴されている方でお気づきの方もいるかと思いますが、そんなこと言っても常識とか非常識ってそもそも概念がアバウトなので、人によってどう感じるか価値観はバラバラで定義づけられないじゃないかと思われるかもしれませんが、それについても後々違う別の動画で徐々に説明させていただければと思います。またこの常識と非常識っていうのはそもそも概念が曖昧で、世の中、定義づけるのは難しいんですが、そもそも世の中こんなにもっと複雑でいろんな要因が絡んでいるので、その常識非常識というのを定義づけるだけでもなかなか難しいと言いますか、先ほどの考え方だけだと解決しない問題も出てくるので、さらにそれについては深く考察していく必要があるんですが、単純にシンプルに考えると、先ほどの常識非常識の種類で定義づけることができると思います。あくまですごいシンプルに単純化して考えるとそういうことが言えるかと思います。それらについても徐々に後々いろんな動画でアップさせていただければ、アップして解説させていただければと思います。徐々に少しずつ動画をアップしていきますので、ご興味、思想や哲学にご興味ある方はぜひチャンネル登録および引き続き動画のご視聴をお願いいたします。今回もお忙しい中ご視聴ありがとうございました。